私の昔の英会話の先生。そう経由でなんか条件があるんですって。なんか何歳から何歳までとか、収入がいくらからいくらまでとかで、その規定内に収まる人間がいなくて、で収まってたからどうって言われて、もう別にいいけどみたいなっていう感じ。大変そうですよ。今日車椅子で普通にこう走って、結構なスペースでこう走ってこう駅行ったりとか移動するじゃないですか。10分ぐらい車椅子でずっと走ってるからかわいそう。すっごいかわいそうで、もうすごい汗かいてて、その汗がこうポタ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 すごくて、車椅子のハンドルにくっついて、そんな接近戦で、そう、雨が降ってるみたいなごめんみたいなとか言いつつ、ごめんも言わずにさーって。そういう時はレインコートだって。レインコート。そういう時こそレインコートです。確かに。やっぱ雨降ってるとダメ。私もダメです。私もやっぱり滑っちゃうし。何も羽織らない。でも羽織らないで行っちゃいます。羽織らないで手に手袋はめて、それで行っちゃいます。リブ外しちゃえばいいんじゃないの？リブのコーティング外せばどうにもなる。そういう問題じゃない。いや、結構ね滑る。逆になんだろう、手の形がついてるハンドルわかります？なんかボコ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 なってる。そう、ああいう方が雨の時はいいかも。これだと滑っちゃってダメ。ゴム巻けばいい。巻けば違うかな。5ポイントぐらいでゴム巻いて漕いでる人いるよ。ゴム止まるときは熱い。そうだよね。綺麗にさーって止められないしね。俺今電車に乗るときにポンチョかぶってる。レインコートじゃなくてポンチョだとこうスコップかぶって、この辺ぐらいの手があって、あとは三角形じゃないですか。前に後ろあきら。あそこつけようよ。あれつけましょうよ。腕の下に。ただあれってやっぱ走ってる分には前から風を受けるからうまく体に密着してくれるんだけど、止まってる時に横風煽るとこの辺が全部めくれてつけてる意味がないんですよ。だからそれこそバイク用でももうちょっと厚手の生地でできたのが欲しいなと思うくらいで、野村さんのちょうどいいですよね、厚さが。だからよくできてるなって。だからいろいろ考えるとやっぱあれはよくできてるんだと思う。いや別に今まで信用しなかったわけじゃないですか。あれ熱いんですよ。あれはまだ大丈夫なんです。でも熱いのはしょうがないんだよな。だって穴開けたらね。何が来てもあれは熱いんだよ。防ぐか。いやだからコストの問題もあるんですけど、だから上と下と、だからこの辺までとここから下と別な生地で作れるんです。だから例えばこっから上を例えば撥水ナイロンみたいな傘に使ってるような撥水ナイロンみたいなのでやって、なおかつ後ろにスリットをつけて、要は布地をこういう風に重ねればここでベンチレーションが取れるわけですよ。で下はある程度の重さと硬さが必要だからあのままの形を生かしている。だからそうすると多分コストが倍になりますよね。コストウィンドブレーカーで。車椅子濡れちゃうからね。そうそう、だからあれはだからやっぱレインコートっていうのは別にお前が来たからじゃないけどよくできてるんだなって思った。なんすかそれ。なんすかそれ。いやなんかね、俺は今でも忘れないよ。浴衣のモデルは本当にどうしようかと思っていて、で
ミクシーでも探したらどうですかって言ってミクシーねでそれから3日と経たずに「いい子が見つかったんです加野さん」と本当に嬉しそうにこう言ってきて「じゃあ浴衣は OK ですね」って言ってでウェディングドレスは愛ちゃんとこが彼女が本当に似合うんで「じゃあレインコートは?」っつって「この世で一番レインコートが似合う人間を知っているんで」でそれを聞いてこう見て「あ、君か」と思ってふっとこう笑いそうになったのを必死にこらえて NHK のロビーで「あ、じゃあどうぞこちらへ」とこう案内してなんか気になること言ったわいや、大丈夫です。周りにこれ持ってますから。だろ王子って言われてやっぱ俺しかいないだろうなと思う。でこれうちの母と会話するときに王子で通じますよ。さっき今日誰が来るのって言ったら「王子と加納さん」って言ったら「おん」この間は結局池袋でデート母と買い物してこの間もミクシーのメールで「レインコート王子に来たからやめれ」と「それの見方はやめれ」いやいやブログに書いてある。そうもうねブログでずっと書かれてるからただの王子って言った方がいいかも。そっかただいつも都電で通るんで王子っていう駅をあそれがなんか嫌で嫌でやでってなんかいやその駅通るためにお前のこと思い出すってのもなんか嫌だな王子ね笑ってるまあ出来上がったもんに賛否両論もあるけどあれを作ってる時はね本当にいろんなことがあったのですよあんなちっちゃい番組でいろいろそうだね、事件ありますよね。いやそれは出演者に言うわけないじゃないですかそもそもね彼が時にジーンズとシャツ着てこいっつうからそういう系なんだと思って言ったらいざ衣装ですみたいなおいって言ってなかったからね。言ってるよそうなんだひどいよ俺は来なくなると思う。困る。なかったんだマジでは言ってなかった。言ったら来ないと思って。まあ渋谷まで出てきた時には声かけてくれよ NHK で師匠をそうこの間もサッカー見てた時にあの時ついさ天井のレインコート着てた人がサッカー好きだから結構話あってちょいちょい連絡取って行きましょうよっつってこの間も車の中でずーっと話してたもんサッカーの話ずっとしてたレインコート同士で話してるよみたいな車で行ったんだワゴン車だったんですけど雨降ってたじゃないですか雨降ってたんですよで永井君じゃあ乗せようかっつってで俺の友達についてきた知り合いの人がベンチプレスで日本記録保持者すごっもうカルカットでハイエースドンドンってここですかバンいいね力強いお姫様だっこでそう車に乗るときに女性じゃ無理ですか乗用車だっていけるんですねでも女性2人で一人で一人で大丈夫それは慣れてる人がやればってことそうりんちゃんが一人で車の乗せたり下ろしたりっていうのをやっててでそのやり方を目に焼き付けて膝でトランスってことですよねそのやり方を目に焼き付けて丸をやろうとしたら丸の下半身を潰しちゃった投げるぐらい。そうあれねコツが分かれば多分相当楽なんだと思うんですよなんかこの間日本の古武道
日本の古武道の力の入れ方で、例えば寝てる人を起こしたり、支えたり運んだりっていう介助がすごい楽になるんです。今専門の講習があるんです。だからこうやって合気道じゃない古武道武道だからこうやって起こすんじゃなくて、こういう感じにしてなんか体全体でこう持っていく動かし方がなんかある。はいはいはい。で本当にそれでやると本当に全然こう変な力のかけ方をしないですごく介助が楽になる。それをこう専門にこう教えてるヘルパーの人とかなんかがいて、習いてえなーって。それがあればね、マルとかでもこうやってよしって。それなんですか？猫を掴む。声バダイ。声バダイ。古武道の力。こうやったりさ、こうやったりさ、こうやったりさ。意識の持ち方が変わるって言ってたんですよ。これは持ち上がるっていう意識を持つだけでもう軽い。俺お前のこと持ち上がらないなんて思ったことなかった。それで力で行こうとしたからですよ。力でっていうかね。あの時だってカナさんの顔がここにペタッとついて汗びちゃびちゃになってたもんここ。つうかね、暑かったあの日は。暑かったですけど。でおまけにね、ヒーヒーハーハー言いながらこれ汗ペタ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 垂らしてて、わーっと思いながら。大変だ。おまけにね、自分の車で行ったからこうドアとの角度でギリまでつけて、それでこうやってやろうとしたから全然腰に力は入らないし、でビクともしないし、もうあの時はね、家帰って裸電球つけてこうやって膝抱えて反省して帰ってからね。俺ここの関節、腰から下の関節がすごいローテンションだから持ち上げたら上半身だけグイッと伸びるの。下半身が置いてかれちゃうから余計重く感じるらしくて、 PT の先生が体重一緒に測ってて「お前本当にこの体重か?」っつって「ありえ違るぞ」うよっっつってて。「下半身伸びてるから」っつって何キロある64位。の？嘘？俺はそれは信じらんない。80ぐらいあるねえから車椅子と合わせて86とかだよ。嘘だよ、そんな2キロしか車いするよ。いやだって伊藤でも国派の体重計量両方とも一緒だって。困るで。今日ほら午前中ガス屋さんっていうか友達の風呂釜屋が来て、うちのガス釜交換したんだけど、それが K のワンボックスで、K のワンボックスって前からちょっと興味があって、こう当然そいつの車は後ろが工作機械でいっぱいで風呂釜まで積んできたからぎっしりなんだけど、でもその辺全部取っ払って荷台を全部オープンにしちゃえば、こううまくバイクを乗せるラダーっていうスロープがあって、それをこう2台つけてそのままスッと乗せれば、でも固定する方法さえ考えれば結構大変じゃないですか。結構大変だけどでも電動リフトとかそんな七面倒くさいこと使わないで、とりあえず車椅子2台は積めるなとか。まあ確かに入りますよ。そうか、こういう車がやっぱ一番使い勝手いいのかなと思って。大丈夫ですよ。え？車で紐つけて丸を引っ張ればいい。丸の後ろに空き缶いっぱいつけて。カラ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 。でもさ、車椅子のタイヤを線路と同じ幅でタイヤはめてこれ電車で押してもらったらどんだけ面白いんだろうなって思ったことあるんですか？やだー、怖いよ。そう運転席の前に車椅子がある。だってさ、したら電車が止まった時に自分がブレーキしないと突っ込むじゃないですか、フォローに。でも後ろから押されたら停車した時にウィーンって自分だけ行くじゃん。で、その後電車がまた出たら俺ぶつかるじゃんね。どっちもダメだなと思って。やだー。面白そうじゃね？怖い、絶対怖い。今度機会になったらサイドカー乗せてやるお前に。いや、あ、絶対怖い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 。